明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今年も、スパイスと心と体と心ということでね、心で、はい、いろいろ健康を情報をお伝えしていこうという中で、今日は新年一発目で日本の風習である、七草がゆ、はい、これをここで3人で作って食べていこうと思います。七草がゆっていろいろこう伝えたいこと山ほどあるんだけど、それをちょっと作りながらやっていきましょう。はい、はい、野口くん撮ってくださってるんだけれども、なんかいろいろ質問したりとか、はい、わかりました。そういったところでちょっとサポートをしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日七草がゆなんですけれども、七草ではなくて二草、はい、使っていきます。はい、で最初はこのセリ。セリ。そう、はい、それからこの株はスズナって言います。スズナを使っていくので、それを切るところから始めます。七草入れなくても全然いいんですね。昔やっぱりこう室町時代とか鎌倉時代にこういう食べられてたんだけど、七草の中のいくつかを選んで、もちろん七草入れてもいいんだけれども、こうやって食べるぐらいの方がなんか質素でちょっと昔っぽくていいのかなと思って。伝統的にはその7つっていうのにはそんなこだわらなくていいということですか？こだわらなくていいと思います。けど今スーパーに行くとね、七草セットみたいな感じで売ってるけれども、いろんな文献とかレシピを見ると、このセリと株の葉っぱの部分を使って調理するっていうのがね、多いんだけれども、今こう小口切りにしてから細かく切ってますけれども、切りながら歌うんじゃなかったっけ？切りながら歌うでしたね。歌ありましたね。七草林。七草林。歌いましょうか。歌いましょう。覚えてる？覚えてないです。七草なずな、とうとうの鳥が。なんだっけ？切りながら歌っていきます。はい。七草なずな、はい。七草なずな、とうどの鳥が、とうどの鳥が、日本の国へ、日本の国へ、渡らぬ先に、渡らぬ先に、すととんとんとん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 。そう、この歌を歌いながら、一つの例えばセリだったらセリに7回包丁を入れる。7回以上入れてますね。7回以上入れてるけど、7回じゃ絶対できないんだけど、とにかく七草で7回包丁入れるってことなんですね。七草かける7回で49回。49回。それを前日の6日の日に行うっていうなんかこう儀式なんだよね。なるほど。でそれでそんなことを前日の台所でひっそりやるわけですよ。このちょっと不気味な歌って言ったらあれなんですけれども、じゃあ7回、株の茎は7回やりますかね。株の茎7回やろうか。これがセリです。それでセリは今日は根っこもしっかり家で洗ってきたので、根っこも入れていきます。で根を入れるとちょっと甘みが出るみたいです。ほうほうほう。なるほど。あとは注意事項は、セリとかこの青菜は最初から入れちゃうと匂いが飛んじゃうので、おかゆの出来上がりの最後の方に入れていきたいなと思っています。わかりました。じゃあ次は株の葉をね、使うので、株の葉をちょっと井上さんまた切ってもらいます。白いところを入れても大丈夫だけど、七草の草ということで今日はこの茎の部分だけを入れていきます。後で、この株の部分はキチュリ。はい。キチュリというのは七草キチュリになるのか。ちょっとアレンジして七草キチュリって言って、キチュリっていうのは野口君インドのそうですね。おかゆみたいなものです。でインドのおかゆの方でこの株はねちょっと使っていきます。あとさっきのセリもちょっと入れるんだよね。はい、セリも入ります。そのアレンジキチュリを。アレンジキチュリですね。はい。インドのおかゆみたいな感じでねちょっとやっていきます。じゃあまず日本のおかゆ用に
じゃあ歌いながらだよ。いきます、せーの、みんなで歌いましょう。せーの、七草なずな東土の鳥が日本の国へ渡らぬ先にストトントントン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 。わ、素晴らしい。もうちょっと細かく切ろうか。これどういう意味があるかっていうと、七草がゆっていうのは1月7日の日にね食するわけなんだけれども、東土の鳥って言って中国からなんだろう、鳥がこう疫病を運んでくるよっていうね、鳥が来る前に、日本に来る前にこれを食べて免疫をつけて元気になろうねっていう、そういう歌らしいです。ということは、無病息災とかの意味が強いお粥なのかな。そうけどもともとこれ歴史としたら多分中国だよね。中国がこう7つの七草を厚物として、厚物っていうのはなんだ、こうとろっとしたスープみたいな感じでやってるのがもともとの歴史。それプラス日本ではね、こう若菜摘み、そういう若菜摘み、そういう七草をこう摘んでくるよっていうね、それがいろいろ合体してこの七草がゆっていうのが生まれたっていうね。だけども七草入れなくても今日のセリとナズナ、それぐらいでも美味しく食べれるので。あと今日ね、これプラスお餅を入れます。でお餅っていうのが井上さんさっき聞いた話によると何でしたっけ、お祝い事じゃなくて行事か、行事ごとには必ずこうお餅が入るよっていうのがちょっと日本の風習で、お粥なんだけれども、このお餅もちょっと切って、お餅も入れていく、入れて、ただお正月らしいよね、よりね。そしてボリュームも出て、その行事の時にこう精が出る感じもありますよね。ありますね。これ野口くんあれには使う、ちっちょり餅はそうです。餅はもう全部入れてください。やはり。野口くん意外に豪快。豆が入りますんで。なるほどなるほど。ああ、美味しそうだね。じゃあお餅も火が通りやすいようにちょっと切った方がいいんじゃないかな。4つぐらいに切っていこうかなと思います。井上は七草って何も見ないで言える？セリ、スズナ、スズシロ、五行、箱べら、あとなんだ？あとわかんないな。今何個いった？ 5つぐらいいきました。あと2ついきます。セリナズナ、五行箱べら仏の座、スズナスズシロ、春の七草。でこれはね、自分は小学校の時に担任の先生がこの1時間の授業の中で覚えなさいって覚えさせられた。じゃあ小学校からずっとセリナズナ、五行箱べら仏の座、スズナスズシロ。毎日食べてます？毎日食べてます。こんな平気な顔で嘘言っちゃいけません。じゃあ毎年食べてません。食べてないんですか？はい。どうですか？食べてます？食べてないです。食べてないですか？私毎年食べてますよ。本当？食べてますよ。すごい。きちりとかしないで普通に七草がゆを食べてます。野口くんすごいよね。やっぱ食に関してっていうか、やっぱこうインドのことじゃなくて信じて素晴らしい。はい。とりあえず材料切るのは以上。終わりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ではお粥を作っていきます。今日は3人前ぐらいで作ります。最初水が 800cc ぐらい入れたいと思います。跳ねる。はい、大体で入れてます。そして、ご飯今日はレンチン用のもう、火が通っているものを使います。炊いたご飯でも、お米の状態からでも大丈夫です。
今日だいたいお茶碗1杯今日入れていこうと思います。入れたら火をつけます。火はどれぐらいですか？最初強火で大丈夫です。グツグツしたら中火ぐらいにすればいいと思います。で少し煮ておかゆを作っていきます。そして沸騰してきたのでお餅を入れます。よいしょよいしょ。あれこれ全部入れちゃっていい？全部入れちゃって。全部入れちゃっていい？結構豪快だよ。お餅美味しいからね。はい。まあ入れちゃおう。入れちゃおう。ちょっと今年の抱負とか聞いちゃいましょうか。今年の抱負、この新トリロジーを10本は絶対取ろう。少ない？いやだけど月1でもね。じゃあ12本。12本。12本は取ろう。ヨガは毎月やりたいですね。ヨガやりたいね。じゃあいろんなところ行ってやりましょう。それで結構いいイベントになるんじゃないのかなっていうのがあって。今年の新トリロジーのヨガ部の目標は50代男子2名がアシュタンガヨガのハーフプライマリーというシークエンスができるようになるまで1年かけて練習一緒にできたらいいかなと思ってます。いいですね。頑張ります。頑張ります。頑張りましょう。全部のシークエンスの半分なのでですね。ハーフプライマリーです。嬉しいですね。半分といっても、全部やるのに75分かかります。ポーズは40ポーズぐらいはできます。やばいねそれ。すごい。結構やばいよ。やばいよね。いや体力つけないとだね。そう。だから皆さん日頃もぜひヨガを。いやそうなんだよね。やってください。大丈夫ですかね。大丈夫です。体力ってついていくもんですからね。やればね。やれば。でも月1回じゃ多分つかないので。なるほど。だから日頃から。そうですね。私と野口くんもねちょっと頑張って。そうですね。じゃあ委員長も50代の男性に向けて。50代の男性に向けて皆さんいろいろこう50歳ともなると、体の衰えとかももちろんなんだけど、こうお仕事の悩みとかね。あとはこうなんだろう、子育てしてる人いろいろいますけれども、いろんなことが一段落してこうふと我に返るじゃないけれども、ふと自分の時間ができたかなと思ったら今度母親を介護しなきゃいけないとか、父親が亡くなったとか、いろんなことがあると思うんだけど、みんなそれぞれ何かしら悩みは抱えてるから、そんな自分ばっかりがとか考えずに前向きに生きていきましょうという、みんなにも言いつつ自分にもそう言いたいっていうか、そんな感じで生きてます。そうですね。はい。だから楽しくね。楽しく。はい。ね、50代の男性ヨガする人がね少ないとか。ね、そういう話もさっきしてましたよね。確かになんか、みんなやりたくてもちょっとヨガスタジオは女性が多いから行きづらいとか、体が硬いからとっつきづらいみたいなのがある人が多いかもしれないですね。そうでもだからこそやることに意味があったり、ヨガは年齢性別関係なく誰でもできる、心と体に対してのすごいいいアプローチなので、ぜひ私たち世代50代の人に特にやってほしいなと思います。そうですね。もう40代の人にも準備段階としてやるのも重要だしね。40代、60代の人ももちろんもうね、健康一番新トリロジーですね。うまくまとめてるつもりだけれども。じゃあ野口君ちょっと取るから。そうですね。じゃあ私はじゃあ鍋でも見ながら話しますか。そう、そろそろどうだろう。お、来た。これは取った方がいいですね。グツグツしてきました。グツグツしてきました。お餅も入れてまいります。お餅もね、もう今入ったばかりなので、伸びてますね。もう柔らかい。もうちょっとね、ちょっとさせて。水が多かったかな。大丈夫？ちょっと多かったね。でも葉っぱ入れてもた方がいいかな。いきますか。ね。スズナの茎入れます。全部入れちゃっていい？株ですね。株のスズナと言います。全部入れちゃいます。全部入れちゃってください。正月感じますね。正月感じる。正月だ。ちょっと待って、混ぜますね。はい。半分使いましょう。
いや、野口くんのやつにも入れたいな。入れましょう。入れましょう。なので、今日はちょっとセリは半分。セリ少なめ。じゃあセリは香りがいいですからね。そしてお塩を入れて味付けをします。お塩いきます。これはどこの塩なんですかこれ？ヒンギャの塩って言って、ごめん詳しくわからないけど美味しいの。じゃあお家で使ってるやつ使っております。屋久島とかあっちの方のじゃなかったっけ？あ、そうなのか。違うかもしれない。屋久島のやつか。これ味を見た方がいいよね。そうですね。ちょっと味見してもらって。私味見しちゃっていいですか？もちろん。味見お願いします。オッケー。味大丈夫だと思う。あ、本当？火切りますね。火切って。ちょっと混ぜて、お塩がなんかまだ溶けてないかもしれない。混ぜます。美味しそうだね。美味しいかも。ね。マジで？本当に。本当に？七草がゆだよとか言って。いや、美味しいに決まってるじゃないですか。そうだよね。切りますね。はい。じゃあ皆さん、食べましょう。食べましょう。次に移動させて写真撮影でね。おお。